はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。以前、世界三大珍味の一つ、チョウザメの卵、キャビアをご紹介しました。勘のいい方はお気づきだったかもしれませんが、本日続編です。今日はキャビアの代替品ご紹介します。あなたがお店で食べているキャビアは本当に本物ですか？それでは早速やっていきましょう。ということで、今日用意したのは世界三大珍味の一つ、チョウザメの卵、キャビアの代替品です。以前、本物のキャビアをご紹介しましたが、今日はその続編です。勘のいい方は、ホルモン島田のことだから、そのうちキャビアの代替品も紹介するだろうと予想してましたよね。安心してください。紹介しますよ。今日ご用意したのは、人工キャビアのキャビアンヌと、ランプフィッシュという別な魚の卵を使ったキャビアの代替品です。画面向かって左が人工キャビアで、右がランプフィッシュです。人工キャビアが 50g2808 円で、ランプフィッシュが 50g810 円です。以前紹介した本物のキャビアが 50g7452 円だったので、その値段差がすごいですよね。この人工キャビアは、ウニやカキなどの魚介エキスを主原料として使用し、イカスミなどで着色し、旨味を存分に活かし、キャビア状に仕上げた食品だそうです。アルギン酸を使用して、キャビアの食感を再現しているそうです。このアルギン酸に関しては、以前人工イクラを作る動画でも使用しましたよね。最近キャビアの値段も高騰し、少し落ち着きましたが、こういった代替品が出てくるのは嬉しいですね。昔テレビでこのキャビアンヌが紹介された画像を見てみると、以前は 50g1260 円で売っていたみたいなので、この人工キャビアを作る原材料も高騰しているようです。こちらのランプフィッシュのキャビアはスウェーデン産のものです。日本ではダンゴウオと呼ばれるカサゴの仲間です。卵がチョウザメのキャビアに似ていることから代用品として使われるようになりました。もともとは緑がかった色の卵ですが、黒く着色がしてあります。日本だとキャビアといえばチョウザメの卵の塩漬けですが、ヨーロッパなどでは魚の卵の総称としてキャビアと呼ぶこともあるそうです。それでは容器を開けてみましょう。キャビアのようなコインで開ける儀式は必要ありません。中身を見てみると人工キャビアは粒が大きいです。色は灰色っぽいですね。匂いはたらこに近いです。ランプフィッシュのキャビアはかなり色が黒いです。粒も人工に比べて小さいですね。匂いはたらこというか魚卵ですね。魚卵ってどれも似た特有の匂いがありますよね。人工のキャビアも行きたい方向性は間違っていません。人工キャビアはゼリーっぽいような見た目をしています。ランプフィッシュはとびっこのような粒の大きさと見た目です。少しねっとりとしています。ちょっと本物のキャビアがあったので見比べてみましょう。こうやって見ると本物は少し緑っぽいような灰色っぽいような色をしています。それではそれぞれ食べ比べてみましょう。人工のキャビアはゼリーですね。キャビア特有のプチッと弾けてねっとりとした中身の感じがありません。ぷにゅって感じです。味は再現したい感じがなんとなく伝わります。魚卵っぽさはありますね。次はランプフィッシュです。このメーカーだからかもしれませんが、結構塩気が強いです。数の子をばらして食べたような味です。食感はプチッとしています。本物のキャビアも食べてみましょう。うまい。プチッと弾けてねっとりとしたキャビアの旨味が舌にまとわりつきます。旨味の滞在時間が違いますね。濃厚で程よい塩気がちょうどいいです。この価格帯のキャビアでうまいって満足しちゃうので、ネットとかで見るさらに高い 50g9 万円とかのキャビアってどんな味なんですかね。うますぎて一度食べたら味覚がバグって正常に戻らなくなりそうです。こうやって食べ比べると3つとも全然違います。改めて食べ比べることって大事ですね。それでは今日はこの人工キャビアとランプフィッシュのキャビアを使って軍艦巻きを作ります。シャリを海苔で巻いて、その上にバランスよくキャビアを乗せて完成です。それでは食べてみましょう。いただきます。ベルギー南西部にあるアシュフ醸造所のマックシュフを飲んでみましょう。おじいさんの絵かと思ったら、まさかのこれは妖精らしいです。このマックシュフの他にもラシュフやフブロンシュフなどビールの種類があり、それぞれ違った絵が描かれています。このマックシュフに描かれている彼はマルコムという妖精だそうです。このビールの味が気に入り、ビールの樽の近くに住み着いています。色は濃いルビー色で
アルコール 8% と高めです。ずっしりとしたフルボディでとても濃厚でコクがあります。マルコムが住み着いてしまうのも納得の美味しさです。それではキャビア軍艦いただきます。まずは人工キャビアから。ご飯とあまり相性良くないですね。ゼリーっぽさとご飯がアンバランスです。あとこんな大量に食べるものじゃないかもしれません。次はランプフィッシュ軍艦です。味は結構濃いですがご飯とは合いますね。これはいけます。家で使ったりちょっとした飾り程度ならランプフィッシュでも全然ありですね。もちろん味を重視するなら本物のキャビアの方が濃厚で美味しいです。本物と使い比べた上で選択肢の一つとして覚えておいてもいいですね。飲食店などでキャビアを使ったメニューもありますが場合によってはランプフィッシュを使ったものなどもあります。ここまで値段差があるとあまりにも値段が安すぎるメニューは本物を使ってない可能性もありそうです。本物も代替品もどちらもメリットデメリットがあるので自分に合った使い方を見つけたいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。キャビアの代替品いかがでしたか？自分は畑のキャビア、丼も大好きです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。